これだと実はですね、初期の頃、見逃してしまうってことが分かってるんです。眼科医の山本です。今日は緑内障視野検査で意外と知らないことで、知らないともったいない。特に初期の頃の方には、これ知っとかないと本当は悪くなってるのに気づかないとかそういうのがあるので、ちょっと最後まで聞いていただければと思います。緑内障っていうのは、そもそも眼圧を一つの原因として、神経が悪くなって視野が欠けてくるっていう、こういう病気っていうのは、なんとなく分かっている方も多いと思います。なので、視野がどのぐらい見えているか、そして視野がどのぐらい悪くなっていってるかっていうのが重要なんですね。その指標として、有名だし、私もよく言っているのが、MD 値っていう数値で、それで見ましょうって表現してるんです。でも、一般の患者さんからすると、いわゆる MD 値を見るよりは、例えば、この本とかの中にある視野で言うと、ここですね。こんな感じの視野検査があって、こう黒い絵が出てくるじゃないですか。医者がこのプリントアウトして渡してくれるところもあれば、見て説明するところもあり、何も説明してくれないところもあると思うんですけども、せめてね、見て説明がちょっとこうですとか変わりませんとかって言うと思うんですけど、視野検査見ると、どう見てもここは目立つじゃないですか。で、正常がこんな感じで、こうなってると、なんか黒いとこ増えてるから、悪くなってんだなーって思いますよね。でも、黒いとかグレースケールって言うんですけど、これは大切だけど大切じゃないんですよ。それ以外のところが意外と重要ですよっていうところが、緑内障にとって大切なポイントとなってきます。なぜかというと、この黒さとか、その位置とか大きさっていうのは確かにあるんだけど、すごい感覚じゃないですか。よく私のところに、他の眼科さんにかかってて、結構悪くなってる気がしてきましたとかって患者さんが、じゃあ視野とかどうなんですかって聞くと、いや、そうですね。5年前は、ここら辺のがちょっと黒くなってて、で、去年あたりから、もうちょっと上の方まで黒くなってて、とかっておっしゃるんですね。気持ちはわかる。気持ちはわかるんだけど、いや、どんぐらいどこが悪くなってるか、いまいち伝わらないじゃない。そこで、一般的に表現しているのが、MD 値と言って、標準偏差ですね。年齢別の正常者からの平均の視野がどんぐらい悪くなってるかっていうのを見るのが、一般的な方法なんですよ。ポイント。年齢別なんですね。例えば80、90になってきて視野検査あかんの、うまくできないなってありません？なんか押すのもちょっと遅くなっちゃったりだとか。光ったのに反応するのもちょっと遅くなっちゃったりだとか、集中力が続かなかったりだとか、20代の頃はもっとビンビン押せたのに、いやなんか40、50、60となってきてもなんかちょっとだんだん遅くなってきたなと。ね。これ、あるんですよ。なので、その分を補正してあげて、同じ70代だったらこんな反応でしょうとか、同じ40代だったらこの反応でしょうっていう風に、ある程度年齢別にチェックしてくれてるんですね。でも、この MD 値っていうのは全体の視野の悪さを測ってます。これだと実はですね、初期の頃、見逃してしまうってことが分かってるんです。じゃあダメじゃん。MD 値見ちゃダメじゃん。いや、MD 値は大切なの。大切なんだけれども、PSD という数字が初期の頃は重要ですよっていうのが、ここに文字があって、これいくつか丸振ってあるでしょ。でそこに VFI とか MD 値 PSD って書いてあるんですけど、っていう風になってるわけですね。で、この PSD っていうのは何なのっていうと、正確な表現を取ると、パターン標準偏差です。MD 値は標準偏差。PSD はパターン標準偏差。P がパターンだね。これも年齢補正された正常の視野から、どのぐらい逸脱しているかを示した数字です。ちょっとピンとこないよね。MD 値っていうのは、例えば全体として視野が見えなくなっても悪くなってくる。だから、ここの視野が欠けてるとか、そういうのはあんま関係なく全体としてどんぐらい悪くなってんのっていうのを見る。だから、あなたの視機能がどんぐらい落ちてるかを全体として見れるんですよ。ただし、全体が落ちるのって結構悪くなってるよね。最初の時は全体は大丈夫で、
ごく一部だけがちょっと悪くなってくんですよ。その場合、全体の数字を取っちゃうと悪化度が弱くなるのね。これ見ていただくと、ここにびっしり数字書いてあるのわかるかな？ 30 ぐらい点取って、どこの数字が落ちてるかっていうのをチェックするんですよ。ね。例えば1点だけがすごい悪くなってるのと、全体がちょっとだけ悪くなってるのだと、全体がちょっと悪くなってる方が点の数が多いから悪化度はちょっと強くなっちゃうの。だけど、初期の頃って、全体が悪くならなくて、部分が弱くなるんですよ。だから、初期の時はこの PSD が悪くなってきます。数字が上がってきます。なので、初期の頃は、MD 値見てても、あんま変わんないね。PSD 見てると、ちょっと上がってきたね。っていう風に医者は見てる人もいるんですよ。なんです。だから、MD 値だけ見てればいいんでしょって言うと、それは正しくない。だから僕の動画を見て、他のね、眼科の先生は、お前は正しくことを言ってないみたいなことを言うこともある。それはなんでかっていうと、めちゃくちゃ細かいことまで言ってないからなんね。例えば、初期、中期、後期の緑内障の区分っていうのも、MD 値っていう数字で言うとマイナス6まで、6から12まで、12以降って話してるけど、本当はもうちょっと細かいね、設定あんの。他の動画で説明しようかと思うんだけど、なので、この PSD っていうのが重要。さらに初期の頃、つまりもう緑内障と言えるか言えないかの頃、この時は PSD のさらに前、それが視神経 OCT ですね。緑内障の視神経というのは神経が悪くなって視野が悪くなるという順番ではあります。で、先にこの OCT が悪くなっていくんです。よく聞かれるんだけど、OCT が悪くなったら絶対視野悪くなっちゃうんですよね。私 OCT が悪くなっちゃって、もうこのままだと OCT 真っ赤っかだったから視野も全部悪くなるんだっていう人いるんですけど、これ違うんですよ。OCT が悪くなっても視野が悪くならない人たくさんいます。ただ、一応 OCT がその先行指標、つまり OCT が悪くなると視野が悪くなる可能性が高いよと言われてるんですね。実際患者さんでも、全視野緑内障って言うんですけど、視野が悪くなる前の緑内障なんで、正確な定義上は緑内障じゃないのね。で、どうしますって言って、いや、私目薬なるべくしたくないから、視野が欠けたら目薬しますって言って何年。意外と大丈夫だね。って言って、10年近く見てる人も普通にいるんです。つまり、OCT 赤くなっちゃった、もうダメになっちゃった。10年。視野も全くかけない。あるんです。あるんですけども、それが、日に日に進んでいるんだったら、それは止めた方がいいよねっていうのが、妥当な考え方じゃないですか。なので、OCT が赤くなったからって心配しないでってことも言いたいんだけど、同時に OCT が視野が悪くなる、緑内障を見る先行指標、つまり早くに見る、指標になるわけですよ。なので、視野検査で30度、10度が重要ですよっていう動画も他にあるので、ちょっとそれを見ていただければと思うんですけど、これは基本ね。基本、24の2か、30の2と10の2っていうこの2つが重要になってくるんだけど、その中でも、初期の頃は MD 値よりは PSD を見とくと。しばらくしてから、MD 値が重要になってくると。神経の状態、OCT が悪化していってるかどうかっていうのも、非常に重要な指標になってくる。これを見て、治療を医者は、してるわけですね。だから神経が悪くなってないか、OCT 的にもね。あとは OCT だけじゃなくて自分の目で見てっていうのもあります。OCT 的にはそうでもないんだけど、自分の目で見るとなんか悪くなってる気がするからもうちょっと行くかって時もあるの。例えば、代表的なんだと乳頭出血かな。視神経のところに出血しちゃう方がいいんですよ。出血っていうと血管が切れたのって思うかもしれないけど、多少切れてるのかもしれないけど、基本的には緑内障が悪化しやすいよっていうサインなんですね。なんで乳頭出血が起きると、OCT 所見はまだ悪くはなってないかもしれないけど、ちょっと治療強化しとこうかとか、そういう感じになる。視野検査 MD 値はいいんだけど、なんかやっぱ PSD 悪そうだなと。ちょっと悪化傾向あんなと。そうすると、ちょっと MD 値いいんだけど、ちょっと PSD が悪くなってるから、ちょっと点眼強化しましょうかとか、もうちょっと強い治療にしましょうかとか、そういう話になってくることがあるんですね。なので、意外と医者は、その視野検査ってざっと見ているようでいて、
結構細かく見ているんですね。人によるよ、人による。あんま見てくれない人もいるのは事実だけど、基本的には細かく見て、で判断しているので、だからこそ、MD 値っていうのはすごい重要な指標で、あなたの状況を知れるんだけども、初期の頃とか、神経とかも含めて、時間の経過とともに非常に重要な指標なので、ちょっとそれは知っといていただけるといいかなっていうふうに思います。で、これが分かってると、何の意味があるの？一つは、悪くなってるのに、そのことに気づかないで、いるってことがないよねってこと。でもこれって、どちらかっていうと、ネガティブな方向になってくるじゃない。もう一つとしては、これも大丈夫だったら、さすがに、これ以上は心配しすぎだよと言い切れるっていうかな。例えば、これを見ている方、あなたも真面目なんですよ。真剣なんですよ。なんだけど、真剣なのはいいんだけど、深刻になりすぎてるんですよ。だからこそ、なんかどっか悪いんじゃないかとか、なんか悪い気がするっていうのを、すごい考えすぎてしまうんですよね。じゃあデータ見てみると、なんか悪そうに思うと思えちゃうんですよ、あのデータって。だから渡したくないって医者もいるのね。データ上はどう見てもいいのに、悪いでしょって視点で見ると、なんかここは黒くなってる気がするとか、なんかここは悪くなってる気がするっていう風に見えちゃうのよ。なんだけど、基本的には MD、PSD とか OCT とか、他にもね、それぞれの点の P 値とかって言って、悪化度とかを測る指標があって、それまた別の動画で詳しくお話しするんだけども、そういうのを一つ一つざっと見てあげると、大丈夫だよって言えると。ばらつきがあって、今回は悪いよって時があって戻る時もあるんだけど、あんまり心配しすぎず入れるっていうのが、今回のお話を知っていただくことによって、得られるものでもあるのかなっていうふうに思います。他にも視野検査の、基本の動画とか、それがありますんで、ぜひぜひ、ちょっとそっちの方を見ていただいて、実際視野って、どこが重要で、どういうふうに見ていかなきゃいけないかっていうのを知っていただけると、今後も不安なく過ごせるんで、ぜひぜひ見ていただければと思います。また、チャンネル登録、ベルマークも押しといていただければと思います。よろしくお願いします。